はい、こんにちは、MD ジャックです。皆さんこんにちは、アイです。今年は何かと印象に残るモデルが多い TRN が、今回はイントラコンタタイプで攻めてきましたよ。ということで、TRN、EMX のレビューです。イントラコンカ型はカナル型のような測定ができないのと、EMX はセミオープンタイプなので、音収録をしてもあまり伝わらないと思ったので、収録は断念しましたが、一応波形測定はしています。なので、今回は波形た言葉でのレビューになりますので、あらかじめご了承ください。まずは価格から。EMX は5000円台ですが、イントラコンカ型としては高いんでしょうか？比較するモデルがカナル型に比べると少ないから、なかなか難しいけど、レオトも良かったし高くはないと思うよ。外観で最初に気づいたのは、愛がよく知らないだけかもしれませんが、イントラコンカ型でリケーブルできるタイプは MMCX 接続しか見たことがなかったので、0.78mm、2ピンタイプは新鮮です。ケーブルはキリーナ ST5 にもバンドルされていたジャックが交換できるタイプです。これが TRN のバンドルケーブルのスタンダードになると嬉しいですね。さらに手話掛けタイプなので装着時安定しますね。耳の大きさによってはちょっと癖のついたケーブルに引っ張られる感じがしますので、必要に応じて調整するかストレートタイプのケーブルにしちゃうかですね。イヤピの役割をするのがイヤーパッドですが、これがないと滑っちゃうし低音が抜けていっちゃうので、愛はイヤーパッド必須です。最初から2セット付属していますが、イヤピ以上に消耗が早そうなので多めに持っておいた方が良さそうです。ボディは高品質のアルミニウム合金で、背面のこの部分で圧の調整をしているようで、音も漏れてきますが、ここを塞いで聞くとなんか変な感じでした。EMX がとても自然な出音なのは、この調整の効果が大きいからなんですね。ドライバー口径は 14.2mm、大きめだけど驚くほどでもないサイズ。ピュアベリリウムの振動板は高い湾曲強度、根節力や優れた音伝導性がある反面、加工技術が必要なので高額モデルが多い傾向。それに対し EMX の振動板はベリリウムメッキなので安価に導入できる。ピュアベリリウムほどの性能ではないけど、いいところを少し分けてもらってるっていうイメージ。聞いてみてベリリウム使ってるってわかるんですか？ああ、私にはわからないわ。あはは。波形はこんな感じで、あらかじめ低域が抜けていくことを考慮しているようで、低域から中低域が強め。比較は手持ちのイントラコンカモデルインユーの BK2 とスメイバ M0。特性の傾向は BK2 に似てる。スメイバ M0 とは波形も聞いた感じの違いもすぐわかる。音楽専用で聞くなら M0 の方が聞きやすいというか、メリハリのある派手めな音に感じる。でも人の声中心の映画やテレビドラマなどでは 1kg あたりの減衰が影響して M0 はちょっと作られた音に感じる。 BK2 と EMX はこの部分の落ち込みがない分自然。人の声の中心となる帯域は案外低いので 1kg あたりの減衰は結構影響あるみたい。さらに EMX はセミオープンなので波形で見るより低域は強く感じないが、自然さは半端ない。ただ自然な出音ってつかみどころがなく評価されづらそう。だとしたらなんだかもったいないですね。聞いてて疲れにくいし、いい音ですよ。そうだね。私は音楽はカナル型で聞くことが多いので、イントラコンカ型は主に音楽以外の用途、ゲームとかリモート会議とか映画、ドラマ視聴など幅広く使ってこそって思うよ。今挙げた用途では装着時間も長くなることが想定されるので、装着感が軽くて出音が自然な方がいいわ。実際使い始めてみて EMX の自然な出音がかなりいいことが分かってきて、それまで使ってた TWS のインナーイヤータイプの出番がなくなってしまったからね。 TWS の利便性より EMX の出音を優先したってことですか？そうだね。それにイヤーフックで無線化したり、最近買った Bluetooth レシーバー P を BTR7 経由で無線化して使うことが多いので不便は感じないよ。有線接続や BTR7 を使う場合はこのストラップも一緒に使ってみてる。見ての通りで特に使い方の説明は必要ないと思うけど、ヘッドホンを首にかけておく感覚で有線イヤホンをかけておけるのが良くて、ケーブルも絡まないし仕事中ずっとストラップつけてることも多くなってきた。なるほど、便利そうですね。2000円ぐらいなら愛も買ってみようかな。ところで EMX のいいところは分かったんですけど、弱点はないんですか？そうだね。外での利用で遮音したいときは構造上不利ってことぐらいかな。低域が波形で見るほど強くないのはセミオープンだから、これも構造上の特徴だね。特に思いつかないな。カナル型とは比べない方がいいんですよね。構造も特徴も違うから比べてもあまり意味はないと思うよ。カナル型のモデルに比べイントラコンカ型をお持ちの方は少ないのではないかと思いますが、 EMX は自然な出音で装着感の負担も少なく、長時間の使用に非常に向いていると思います。自然な出音というのはある意味特徴を感じづらいですが、イントラコンカ型でセミオープンなのでスピーカーで聴いている感覚に近く、音楽用途を含めイヤホンを幅広く利用される方にはおすすめしたいモデルです。ということで TRN、EMX のレビューでした。ではまた次の動画で。ご視聴ありがとうございました。MD ジャックチャンネルはイヤホンレビューを音と波形た言葉で表現します。チャンネル登録お願いします。